テスラ株はまだ崩れてはいません。ただし、強い反発に戻ったとも言えません。今、本当に大事なのは、416ドルを突破できるのかではなくて、その前に400ドルを守れるかです。おはようございます。ケンです。前回は次の焦点は416ドルの壁だとお話をしました。390ドル付近で下げ止まり、400ドル台まで戻し、次は416ドル付近を突破できるかどうか、これが重要だと見ていました。しかし、最新のチャートを見ると少し状況が変わっています。テスラ株は一度384ドル台まで下げた後、400ドル付近まで戻しています。日足でも4時間足でも現在は400ドル前後での攻防です。416ドルの壁、これに挑戦する前に、まず400ドルを守れるのか、ここを見ていきたいと思います。まず前回の流れ、これを簡単に振り返っていきましょう。前回のテスラ株は390ドル付近で踏みとどまり、406ドル台まで反発しました。その時点では400ドルを回復し、50日移動平均線も一度上回っていました。だからこそ次の焦点は416ドル付近でした。なぜ416ドルが重要だったのか、それは20日線と200日線がそのあたりに重なっていたからです。短期の勢いを見る20日線、中長期の投資家が意識しやすい200日線、この2つが同じ価格帯にあるため、416ドル付近は強い壁になりやすいと見ていました。ただし、最新チャートではそこへ向かう前にもう一度400ドル付近まで押し戻されています。ここが今回の重要な変化です。では、チャートを見ていきましょう。まずは移動平均線です。今回かなり重要なのが50日移動平均線です。50日線は402ドル付近、株価は400ドル付近、かなり近い位置にあります。ただ、明確に上回っているとは言いにくい位置なんです。前回は50日線を一度上回り、次は416ドルを試せるのかっていう流れでした。しかし今回は50日線付近で再び押し戻されているようにも見えます。つまり今は400ドルと50日線の間で攻防している状態です。これを上回って維持できれば20日線の413ドル、そして200日線の416ドルが見えてきます。逆に50日線を超えられず400ドルも割るともう一度下値確認に戻る可能性っていうのがあります。前回のテーマだった416ドルの壁もまだ残っています。20日移動平均線は413ドル付近、200日移動平均線は416ドル付近です。前回見ていた上値抵抗っていうのは消えたわけではありません。ただし、今の株価は400ドル付近、いきなりの416ドル突破っていうのは期待しすぎです。まず400ドルの維持、次に402ドルの回復、そして413ドル、最後に416ドル。この順番が自然です。はい、ではね、次に RSI、これをね、見ていきたいと思いますけれども、4時間足の RSI は46付近、日足の RSI も47付近です。どちらも50を下回っています。売られすぎっていうほど弱くはないんですけれども、買いの勢いが強い状態でもありません。RSI が50を上回ってくると、買いの勢いが戻ってきたと見られやすくなります。しかし、今はまだ50の下です。反発確認中ではあるけれど、勢いはまだ不足。そう見るのが自然です。RSI が極端に悪化しているわけではないという点は大事なポイントです。一方で明確に強気へ傾いているわけでもありません。今の RSI は中立より少し弱い位置。だからこそ価格で400ドルを守れるかどうか、ここが重要になってきます。では次にボリュームデルタと出来高を見ていきます。4時間足のボリュームデルタは直近でプラスの買い反応が出ています。これは400ドル付近で買い戻し、これが入っている可能性を示す前向きな材料です。ただし、日足の出来高を見ると強い買いというよりはまだ慎重な戻りに見えます。
売り圧力は少し和らいでいる。でも、上昇再開を決定づける買いはまだ確認できていません。はい。ではですね、見るべき価格帯、ここをね、整理していきたいと思います。ポイントは3つあると思います。まず1つ目、これは400ドルですね。ここが今回の最重要ラインとなってきます。400ドルを維持できるかどうか、ここで短期的な見方っていうのはかなり変わっていくと思います。400ドルを守れるならば、まだ反発継続の可能性っていうのがあります。でも、400ドルを明確に割ると、再び390ドル付近を試しやすくなります。2つ目は402ドルから413ドルのゾーンです。402ドルに50日線、413ドルに20日線、このゾーンを抜けると反発の強さが見えます。400ドルを守るだけではまだ横ばいに近い状態です。402ドルを超えて413ドルを試せるとなってくると、ようやく上方向への流れ、これが見やすくなります。では3つ目ですけれども、これは416ドルです。ここには200日線があり、前回から見ていた大きな壁です。416ドルを突破できれば、チャートの印象っていうのはかなり改善していきます。ただし今はまだそこに挑戦する前の段階です。はい。ということで、この3つの順番で見ることが大切だと僕は思いますけれども、皆さんはどこのポイントが大切だと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、夏の会の日程が決まりました。ぜひ、真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、工場などで働いていて、真夏は暑くて仕方ないと思っている方、家の断熱性が悪くて、夏が暑くて冬は寒い。これをどうにかしたいと思っている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、そんな方におすすめです。ぜひどんな感じなのか体感した皆さんは、これは体感しないとわからないと皆さん口を揃えて言いますので、ぜひね、一度体感してもらいたいなと思います。では日程なんですけれども、7月17日金曜日、こちら姫路の武道館で行います。時間は13時から15時で行います。そして7月22日の水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。時間は10時から12時までです。東京は定員が10名です。その後近くでランチして解散です。僕は姫路も東京も両方とも行きますので、ぜひね、参加してみたいなと思われる方がいらっしゃったら、LINE の方で僕に連絡の方いただければと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。